はい、どうも、パニクールです。今日はですね、目の前に見えてます RVF400 のですね、リアタイヤをちょっと交換しようかなって思います。で、タイヤチェンジャーなんていいものがないんで、手で交換していきたいと思います。道具はですね、タイヤレバーと、プラハンっていうかゴムハンっていうかね、と、リードのカバーと、リードワックス、ブリンケと、これ、虫外しですね。で、タイヤ交換の動画とかって、見てみると結構いろんな方やってるんで、今更っていう感じもあるかと思いますんで、自分なりにちょっと考えてみようかなと思ったのが、この、交換するタイヤがですね、これ、ダンロップの α13SP っていうやつですね、の ZR レンジのものなんです。で、割とサーキット向けのタイヤで、タイヤウォーマーとか使って温めてからね、使用した方がいいようなタイヤなんですけど、でこれ、ちょっとはめ替えますのでね、リアだけなんですけど、でなんでリアだけなのかと言いますと、実は RVF もうちょっと直したら一回パワーチェックに行ってみようかなと思いました。でね、パワーチェックするときにね、やっぱり古いタイヤだと滑っちゃってね、パワーちゃんと出ないっていうことなんですね。で、これ今ついてるタイヤがね、転がし用にね、はめててね、これすごい懐かしいタイヤですね。見えるかな、ライディーンっていうやつの昔、ミドルクラス用にあった SP レース用のタイヤで、それの一番最後の方になると思うんですね。GPR70SP っていう。これを、使い終わって外してたやつがね、あったんで、転がし用にはめ直したんですね。で、これさすがにダメやと思いますので、で、このタイヤから、こっちに見えてます、α13SP。これもね、カッターに使ってね、ちょっとだけ試しにNSR につけてみたんですけど、すぐに外しちゃったんですよね。いうのはこれ、160サイズでちょっとワンサイズ太いんですよ。で、それをちょっと試してみようかなってつけたんですけど、自分的には、あんまりかなって思ったんで、現状では。それで外しちゃったんですよね。で、標準サイズになって、でなおかつ今はピレリのね、V3 ですね、つけてますんで、行き場がなくなってたんですけど、ちょうどいいんで RVF につけてみよう。で、このタイヤも割とSP レースって言いますか、サーキット向けのタイヤでして、でね、サーキット向けのタイヤってね、あんまりね、今も街乗りに使わない方がいいんですよね。よく言われてるんですけど、でなんでかっていうと、昔に比べるとその温度に依存してるのが、強くなってるっていうか、温度依存型って言ったらいいんですかね。なんで冷えるとね、極端にグリップしなくなるとか。でね、グリップしなくなると同時にね、グリップしないだけでもありますけど、どういったらいいんですかね、こう殻でね、触ると分かるんですけどね、カチカチになるんですよ、冷えると。で、ぬくもるとふにゃふにゃになって。ピレリとかね、BS の今の R11 とか特にそんな感じですね。で、α13 はちょっとマシなんですけど、それでもやっぱり、冷えるとね、だいぶ硬いです。せっかくですので、ちょっとね、温度測ってみましょうかね。この温度計のね、エラーはなんだこれ、ちょっと解決しておきます。はい、ですね、さっきの温度計、体温計兼温度計みたいなやつやったんで、いまいち環境が厳しくて、測れないみたいですね。
今ですね、温度がですね、8度ぐらいです。冬の寒い時期で12月、2日でございます。で、8度ぐらいで、さっき、最初測れたんですけどね、タイヤの温度、表面測ってみたら、8.6 度かなんかって表示しました。次測ろうとしたら、測れなくなっちゃってましたね。なんかね、あまり寒いところやと使えないみたいですね。で、まあ、それはさておきまして、で、これね、そんだけ冷えてる状態やと、やっぱ硬いんですよね。言ってたかな、こうやってね、こう乗っかって、こうしてもね、硬い感じ、伝わるかな。まあ、カチカチでね。で、これをね、だからはめる、タイヤをね、ホイールにはめるのも、ね、結構大変なんですよ。で、この α13 はまだ柔らかい方っていうのが、その、温度変化が少ない方でして、ピレリの V3 とかは、正直ね、その冷えてる状態だとね、ホイールにはめることすらできなかったんで、それぐらい温度によって変わるんですね。で、ある程度ぬくもるとね、ふにゃふにゃになってるので、むちゃくちゃ簡単に入るんですけどね。で、これもね、さっきちょっと映してました。タイヤウォーマーでちょっとしばらく温めて、温度を上げて、まあ、もう一回、こうどれぐらい変わってるのかっていうのを見したいと思います。まあ、力の入れ加減ね、もう手加減だけなんで分かりにくいと思いますけども、全然違うっていうことと、まあ、何が言いたいかと言いますと、こういうタイヤを街乗りで使うと、まあ、冬の寒い時期なんか特にね、常温からスタートするときっていうのはそれだけ危ないっていうことですね。で、運転温度までっていうのがね、本来のところまで上がらないんですよね、街乗りぐらいじゃ。で、アルファはね、まだそのあたりのシビアさが少ないタイヤなんですけど、それでもちょっと危ないんじゃないか、ウォーマーなしじゃ危ないんじゃないかなっていうぐらい。いや、他のやつは本当にね、特に BS とかなんかはね、しっかり温めて規定の温度の空気圧にしとかないと危ないと思いますんでね、密集ランとかもそうだと思います。で、まあしばらくこれ、タイヤウォーマーで温めて柔らかくしたいと思います。だからそれだけね、どういったらいいんでしょうね、本当に、その冷感から走り出すのは危ないよっていうのは分かってもらえたらいいんですけどね、まあちょっと話が取り留めもない感じになりましたけど、まあとにかくそういうのでね、あまり街乗り向きじゃないんで、どうしてもね、こういうのはめたがる方多いんですけど、まあ危ないよ。まあネットオークションなんかでもね、サーキットで使い古したタイヤとか買ってよく耳にするんですけど、まあね、センターは残ってて普通に道のりするだけだったら大丈夫みたいな感じで、まあ買われる方多いと思うんですけど、ね、実際ね、その思ってるより危ないって、夏はまだいいんですけどね、こういう時期になると本当にね、ちょっと開けただけでね、つるっと滑りますんで。まあそういうのがちょっとね、分かるような動画になればいいんですけど、まあちょっとぬくめてる間にですね、こっちのタイヤね、外していってしようと思います。はい、じゃあタイヤウォーマーを巻いていきましょう。まあこのタイヤウォーマー実は本来604なんでちょっと太いんですけどね、まあくるっと持ってある程度温まればね、柔らかくなりますんで、別に走るわけではないんで、そんなにシビアにならなくてもいいんですけど、でこれで、線つなぐんですけど、そういえばね、これもちょっと注意点なんですけど、僕こういうちょっとしっかりしたコードを使ってるんですけど、こう横にね、家庭用のコードもあるんですけど、こういうのは使わないようにしてるんですよ。いうのは熱量が結構あるんで、どうでしょうね、線がね加熱するんですよね。でこういうコードもね、束ねて使うとね、本当にね持てないぐらい熱くなったりしますからね、こう束ねてるとね危ないです。リールとか使ってる時本当に気をつけないといけないですよ。意外とねこれ近接使ってる人とかいると思うんですけど、まあ本当にレース行ってて、
リールから出し忘れてそのままつないでやばいぐらい加熱したことありますんでねまあそれぐらいね熱持つんでできたらねこういうなんでしょうね太陽電力のでかいコード使われた方がいいです。こういう家庭用のこれはもうほんと古いやつですけど、ね、こういうのは絶対使わない方がいいですよ。さあじゃあちょっとタイヤを外していきましょうかね。あんまりねもうタイヤ交換とかしないんでそんなに上手じゃないんですけど、とりあえず虫を外して、空気も抜け抜けだね。でビードを落とします。でこのビードブレーカーね本来4輪用なんですけどこれもらいもんなんですけどね、ちょっとバイクで使いやすいように改造してあります。で元が4輪用で昔のやつなんでね17インチとかになるとこれ R がちょっと合ってないの分かるかな。こうちょっとね合わないんですけど気をつければいける。やっぱ寒いから硬いな。硬いんで2箇所ぐらいつけてますかね。さすがにこの気温は厳しいな。夏ぐらいと簡単に落ちるんですけど、さすがに真冬は寒くて落ちないですね。今のタイヤと比べると温度のそういうシビアさっていうのは少ないんですけど、それでも硬いな。ちょっと自信がなくなってきたなこれで、リードカバーをつけてちぎってないか。海を落としてタイヤというかホイールをできるだけ寄せる方がいいんですよね。これはちょっと難しいな。でこれは厳しい。徐々に行くしかないな。これもね純正のこのホイールやったら曲がったりすることないと思うんですけど、マグホイールとか純正でも軽量なタイプとかちょっと気をつけないと本当に曲がったりしますからね。よいしょ。寒すぎてほんと硬い。取れるかな。取れないんでもいいや、自分のやつだし。本当はねビードカバーを動かしたいとこなんですけど、寒すぎてタイヤが硬いんで出てこないです。一応取れた。で
スをで、硬いなほんと。よいしょ。で普段あんまり自分で交換しないんですよね、僕。だいたいバイク屋さんに頼んじゃうんで。昔から行ってるバイク屋さんなんですけど、そこの人は、手組みになれてるんで、手組みで結構な難しいんでやっちゃうんですけど、まあ僕はそこまでではないんで買って、間違ってリムをあんまりどつかないように気をつけないといけない。よいしょ。あんな硬すぎて。普通ならもう取れてるとこなんですけど。よし。際どいとこ高たないと抜けないな。あ、取れた。やっと出た。足の。よいしょ。はい。というわけでやっと取れました。で、このライディーンですら取るのが大変。ほんとこっちの硬いな。本当にへこまないです。わかるかな。で、とりあえずタイヤがある程度温まるのを待って、それからはめたいと思います。はい。とりあえずさっきからの続きで、まだ息が整っておりませんが、10分ぐらいなんかな、ぬくめただけですけど、今ね、こうやって押すと、ほら、これ、すごく柔らかいの分かるかな、ふにゃふにゃになるんですよ。こうやってある程度の温度からね、急激に柔らかくなるんですね。で、さっきも言ってたように、こういう、ある程度の運転温度になるまでっていうのは全然グリップしないんで、だから、冷感のスタートとかね、街の
で街乗りしてるとタイヤの温度って本当上がんないんですよね。サーキットとか走るとね、本当持てないぐらい熱くなって、でタイヤウォーマーなんかもだいたい80度ぐらいまで上がるのかな。ものによって100度ぐらいまでいけるやつあると思うんですけど、だからそれぐらいの温度になってやっとっていうんですね。だから元 GP のレースとかね、全日本のレースとかではスタート直後にタイヤが温まってないっていうのは常温っていう意味じゃなくて、このタイヤウォーマーで温めてもまだレースするためのね、その適正温度っていうんですかね、そこまでまだ上がりきってないっていうことなんです。だから例えば80度で温めててもまだ足りないと。だからそれ以上の温度を要求してるんですね、タイヤが。なんでね、街乗りでそんな温度なんて絶対ならないんで、だからね、レース用のタイヤは街乗りで使うと危ないっていうのかね、良くないっていうのですんでね、まあなんかね、タイヤ代をこう節約したい方とかもおられると思うんですけど、安全のことも含めてちゃんとストリート用のタイヤ購入された方がいいと思います。さあまあ喋ってる間にもどんどんぬくくなって、まあほんとふにゃふにゃになってきたんで、まあこれぐらい柔らかかったらいけると思いますんで、やっちゃいましょうか。線抜いて、ではまったでビードワックスをぐるっと塗って、よいしょでちょっとね、正確にタイヤの温度測れたらよかったんですけどね、何度ぐらいやろ、40度もないでしょうね。これほろぬくい感じ、30度台だと思います。それでもまあこれぐらいふにゃふにゃに柔らかくなってますんでね。タイヤのローテーションこっちでマーク、バルブのマークがもはやわからない。まあいいか。ちょっと下レインタイヤで柔らかすぎるな。借りて、あら入らない。入れてしまったのか。しょうがないな。ちょっとあんまりしたくないんですけど、タイヤレバーで入れてみますか。あんな思うけど入らんな。マークないんで、でタイヤの向きは間違ってないよね。これ間違ってたらやり直しで、はめるときはもうすいません、やっちゃいます。本当はリードのカバーした方がいいんですけど、ちょっと今日は寒いんでタイヤがね冷えちゃうとまた入らなくなっちゃうんで、冷え切る前に入れたいと思います。でスポスポ入るんですよね、ある程度あったかくて柔らかいと。で耳が上がってしまった。でね、これ耳が上がらないように気をつけないといけない。下がちょっと上がってるかもしれんな、これ。これで落ちたかな。耳が上がっちゃうとね、タイヤが寄らないんで、
はめにくいんですよね。よいしょ。ビキビキ言ってもダメだな。よいしょ。これはもう台のマシンに乗せるだけなんで許してもらう。はい、ちょっと強引ですけど入りました。本当はもうちょっと丁寧にやってくださいね。で、まあ多分耳は上がるんで、バルブをつけちゃいましょう。バルブが耳上がらないかなって感じの時はバルブつけずに直接いった方がね、ちょっとでもエアが入るんで上げやすいです。はい、コンプレッサーまだ動いとかできるかな。上がってこないですね。よし。いびつな感じになってるんで、ちょっとうるさくてあれですけど、まあちょっとこう押して形を整えましょう。よし。これでいけるかな。あ、はい、いけた。はい。上がってこないな。よいしょ。じゃあね。耳が両方上がりましたんで、本来ならこの後、保有バランスを取るんですけども、このプロア向けのやつって専用のアタッチメントか4輪用のホイールバランスがないと取れないんで、どっちも持ってませんので、ちょっとバイク屋さんでアタッチメントを持ってるんで、ちょっとバイク屋さんで、借りてというかやってもらうことになるのかどっちかでお願いしようと思います。でこれでまあいつ行けるか分かりませんけど、ちょっとパワーチェック行ってね、僕の RVF 何馬力ぐらいあるのか調べてみたいと思いますね。で、よいしょ。どうせなんでついでだから、このライディーンも温めると柔らかくなるのか、どれぐらい柔らかくなるのか試してみましょうか。これ相当硬いです。懐かしいパターンだなこれ。これで今スイッチ入りました。で、今押してるもん、映ってるかな。こんな感じでちょっと少々押したところでビクともしないんですけど、10分ぐらいちょっと置いてみましょうかね。はい、だいたい10分経ったんで、ちょっと様子を見てみましょうかね。ライディお柔らかくなってないです。わかるかな。こうやってだいぶ力かけてるんですけど、こうやってさっきやとね、α13やとペタンコになってたのがならないんです。構造がやっぱり今のやつとは全然違うってことですね。すごいな、これだけ違うもんやねんな。でもね、当時からやっぱりレースってなるとみんなやっぱりタイヤオーブンは使ってましたからね。で、今のに比べると温度に対する依存性が少ないっていうことなんでしょうね。構造とかでまあグリップしてるっていうのか何なのか、タイヤの作り方の考え方の違いなんでしょうけどね。それはタイヤメーカーの人に詳しく聞いた方がいいとは思いますけど。
まあ本当ちょっと、ほとんど変わってないな。すごいな。まあ過去自分もねサーキット走行するのにタイヤウォーマー自分で使い出したのは最近なんですよ。それこそこのこっちの α13 でも最初はね、使ってなかったんですよ。もう走行会とかで走るだけだったんで、どうせ完熟走行したりとかするんであんま気にしなくていいやって感じでね。途中からたまたまこれ出物でね新品が安く売ってたんで、買って使い始めたらたんですね。でやっぱり違うなっていうのは分かったんですけどまあピレリにはめるときに、もう本当に思ったのはこれ絶対使おうっていうのは、さっきも言ったように冷えてる時とぬくもった時のねタイヤのその硬さの違いが極端なんで、これは絶対に温めて使わないと危ないなと、まあそれこそその走る前から思いましたね。はめる時も最初常温だとカチカチやったんですよね、ピレリ。まあこれもそういう傾向はあるんですけど、これよりもっと露骨になってたんですよね。まあちょっとタイヤはめられへんなっていうんでちょっと温めてするとふにゃふにゃになってスパンスパンって入るような、状態やったんですよ。だから実際ねタイヤメーカーのカタログなんかにも例えば0度ぐらいの時にこう押したりとかねこう衝撃を与えてはいけませんっていうのは書いてますからね。こうクラックが入るらしいんですよ。それだけタイヤのゴムも含めてね硬くなってるみたいで、本当に投げたりするとパキって割れるっていう話も聞きますんで本当にそれだけタイヤのがね今と昔では違うっていうことですね。本当ねこれ多分このままずっとぬくめていくと多少は柔らかくなるんだと思うんですけど、ほとんど変わってないな。まあこういうの見てもらってもね、どういったらいいんでしょうね。まあレース用のタイヤと、まあこれ言ってみたら今でいうストリートタイヤみたいなもんですからね。まあ違いっていうのが分かるんじゃないのかなっては思いますね。この結果はちょっと予想外だったもうちょっと柔らかくなるって思ってたなまあそういうこともあるんでね、街乗りとかされる人はあんまり本当こうレース用のタイヤとはね使わないように、今のねストリートハイグリップとかでもね相当グリップいいんでね、昔のに比べると全然安心して走れるんで、ね、その方がいいと思いますよ。ね、仮に例えばサーキットを走るって方も初めて走るとかそういう人は本当にストリートのハイグリップぐらいの方が乗りやすいと思います。でないとタイヤウォーマーをいきなり用意したりとか空気圧の管理もシビアなんでね、僕なんかまだ冷感でしかやってないんですけど、本当のところでは冷感で合わしといて今度タイヤウォーマーでちゃんと温度温めてで温度確認してから温感でっていうことになるんでねすごい大変なんでね。でももうそれだけでそういうことしてるだけでも疲れちゃうんでね、楽しく走るっていう部分から外れてくるんで、ほんま取っかかりぐらいの時はねストリートハイグリップぐらいで行かれた方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ今日はこういう感じでちょっと終わりにしたいと思いますけども、またそうですね、さっきも言ってたように RVF のパワーチェックとか、動画に収めれたらなと思いますんで、またよろしくお願いします。それでは。